ボイストレーナーのつるさんです。皆さんいかがお過ごしでしょうか。今回の動画はですね、SixTONES 松村北斗象形のアーチ、こちらを見て歌声分析をしていきたいと思います。つるさんのボーカルルーム。さあ、昨日の夜にですね、SixTONES 公式 YouTube チャンネルにて、SixTONES メンバーのですね、ソロミュージックビデオが YouTube バージョンとして公開されました。今回動画公開する松村北斗さんが歌う象形のアーチ、そして高知優吾さんが歌う似た者同士、そしてジェシーさんが歌う虹僕。この3動画がですね、同じ時間に一気に公開されたんですよね。これはね、すごく嬉しかったです。なので、僕も SixTONES の松村さん、コーチさん、ジェシーさんの今回公開された動画をですね、最優先して歌声分析動画を撮影して動画公開しようっていうふうに思いました。まず第1弾は松村北斗さんの象形のアーチということでですね、今回歌声分析したわけですけれども、いつもと違う魅力を歌声から感じました。楽曲のアレンジっていう部分もあると思うんですけど、歌の表現の仕方が SixTONES の時とは少しだけ違うような声の表現もしていたり、でも SixTONES で披露している魅力的な歌声もあったりして、いつもの松村さんといつもと違う松村さん、この2つの魅力をですね、同時に感じることができた歌声だなっていうふうに思いました。その辺をどこよりも丁寧に、そして細かくをテーマに歌声分析しておりますので、ぜひ動画の最後までお付き合いよろしくお願いします。そして先日公開された SixTONES スターゲイズ、こちらの歌声分析動画とスターゲイズ YouTube バージョンのミュージックビデオを見たリアクション動画も公開しております。このね、両サイドの上の方にあるサムネイルの動画なんですけれども、概要欄に URL を貼っておくので、気になった方はぜひチェックよろしくお願いします。そして過去に公開した SixTONES の歌声分析動画をまとめた再生リストというものもございます。こちらもですね、概要欄に URL ありますので、気になった方はぜひそちらチェックしていただけたらなというふうに思います。つるさんのボーカルルーム、こちらのチャンネルは私つるさんが現在気になっているアーティストの魅力をボイストレーナー目線で伝えるリアクション動画と歌声分析動画をメインで公開しているチャンネルです。今の話を聞いて気になった方はぜひチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。それでは早速 SixTONES 松村北斗象形のアーチ歌声分析 GO！ お、かっこいいね。なんかライブの始まりみたいですね。今回の松村さんの象形のアーチ、バンドサウンドの楽曲なのかな。なんかバンドのライブの始まりってこんな感じで始まるやつありますよね。これは楽しみですね。続きいきますよ。ほら。お、登場。あれ？なんかごめんなさい。こういう演出か、映像の。なんか急にうちの Wi-Fi の電波が悪くなったのかなって思っちゃったんですけど、なわけないですよね。Wi-Fi の電波が悪くなったからといって映像が乱れるとかそんなことありませんよね。びっくりした。なんかいろんなサプライズがあってすごい新鮮ですね。続きいきますよ。かっこいいね。やっぱバンドだ。バンドだ。あ、ほら。歌い始めちゃいましたね。毎回タイミングが悪い。やっぱりバンドでしたね。で、そう思った瞬間にまた映像が乱れてしまったので、思わず止めてしまったんですけど、こっから歌い出しか。すいません、何度も止めてしまって。松村さん、歌い出しからいきたいと思います。いいですね。なんか SixTONES の時の声の表現とはまた違った魅力ありますよね。低い音の声の魅力が素晴らしい。ここは SixTONES の楽曲を歌ってる時と同じなんですけど、なんか声の使い方が松村さんソロのバージョンだとちょっと違うなと思って、何が違うかっていうと、声の地声の成分が
こうはっきりしてるんですよね。ストーンズの楽曲を歌うときは地声と裏声の中間の声、ミックスボイスっていう声をメインで使ってると思うんですよ。それは高い音域はもちろんそうなんですけど、低い音域でも先ほど言ったミックスボイスを使ってると思うんですけど、今回の今の部分の歌声は胸の響き、胸腔共鳴をふんだんに使った地声って感じですよね。で、感情の表現の仕方としては、あえて無機質な感じで歌ってミステリアスな感じを表現してんじゃないかなっていうふうに僕は思います。もう一回聞いてみましょう。ほらほら。この多分無機質な感じっていうのは口をあまり開いてないと思うんですよね。口をあまり開かないと顔の表情筋の動きも少なくなるので、声に感情が乗りにくくなるんですけど、おそらくその表情だったり口周りの使い方で今の雰囲気を松村さん表現してるんだと思います。ゆったりとしたテンポ感にこの歌声表現最高ですね。次いきますよ。いいね。で、この辺から地声成分がちょっと下がったかなって思います。ふわっとした雰囲気が出てきましたよね。優しい雰囲気っていうか。この歌声表現は SixTONES で使ってる時の表現方法かなっていうふうに思います。あとはですね、全体的に子音を強く発音してるかなっていうふうに思います。やっぱりバンドサウンドで結構ドラムの音が激しく収録されてる感じのアレンジになってるので、そこにですね、歌のアクセントを合わせにいってるんじゃないかな。もう一回聞いてみましょう。吸い込まれたのこの S とか、人のこの H とかね。こういうところの子音を強く発音して、しっかりとこうね、躍動感を作り上げてますよね。さすがですね。次いきますよ。ほらほら。眺めてたとか、この T の発音ですよね。星の奇跡とか、この辺とかは全体的に子音が強くなっているポイントですよね。子音の強さ、注目してもう一回聞いてみましょう。ほらほらほら。前半は眺めてたのこの T の発音が強くなっていて、後半部分は星の奇跡っていう風に全体的に子音が強くなっているっていう感じですよね。子音を強く歌うことによって、その部分がアクセント、強い音になります。で、そのアクセントの部分以外が弱い音になって、歌のフレーズ全体で強弱が生まれてくるんですよね。この強弱がですね、歌のフレーズの躍動感につながってきます。だからこうね、ゆったりとしたテンポ感の曲なんですけど、松村さんの歌を聴いていると、こう勝手にね、体がこうリズムを取りたくなるような衝動が出てきますよね。歌で曲のリズムを引っ張ってるんですよ、松村さんは。素晴らしい。次いきますよ。なるほどね。この辺で、ちょっと後半のメロディー、パターンを変えた感じになってるんですね。で、今ね、次のフレーズの1音目が出てきましたけど、こっからセクションが変わるのかな。そのきっかけ作りで、メロディーをこうね、高い方に行って、こっからシーンが変わりますよっていう雰囲気を作り上げてるのかな。もう一回聞いてみましょう。次。ほらほら。夜の果ては、こんな感じですよね。ここから違う世界に行くよみたいな雰囲気をね、感じ取れますよね。楽しみですね、次が。いきますよ。これね、変拍子って言うんですよ。ちょっと難しい話なんですけど、A メロの部分は、タン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 。こういう感じですよね。これを普通に、ワン、ツー、スリー、フォーっていう風にカウントを取るパターンだったんですけど、これを4分の4拍子って言います。音楽の中には小節っていうものがあって、1、2、3、4、これで1小節です。正確に言うと4分の4拍子の1小節ってことになるんですけど、
で、2234が2小節、3234が3小節っていう風な言い方をするんですけど、これが基本になってるんですよね、音楽っていうのは。で、今聞いたところ、ここはですね、123、123、123の4分の3拍子っていうパターンに変わったんですよね。手で今叩いたところ、これ2本目だと拍子って言うんですよ。A メロの4分の4拍子から B メロの4分の3拍子に変わりましたよ。これを変拍子って言うんですね。すごくね、難しい音楽理論のお話なんですけど、この変拍子が現れた瞬間、リズムの取り方がその前のパターンと急に変わってしまうので、すごく難しいポイントなんですよね。ただ聞いてる我々からすると、あれなんか雰囲気がガラッと変わったとか、あれなんかリズムが変わったなとか、そういう変化を感じやすい曲の作り方だったり、リズムの作り方だったりするので、そういうところがね、僕個人的には大好きなんですけど、もう一回聞いてみましょう。ほら、123、123、123になってますよね。いや、変拍子が出てくるとは思わなかったのでね、今ね、すごいテンション上がっちゃってるんですけど、僕。で、全体的に松村さんの歌的には、一つ一つの音をすごく短く切ってますよね。ダッ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 ダみたいな。これスタッカートって言います。スタッカートを使うことによって、こう弾んだ感じのニュアンスも出てきますし、音一つ一つがこうギュッと引き締まったようなニュアンスも出てますよね。ここでこういう引き締まった雰囲気を表現するから A メロをこうまったりと歌った感じにしたのかな。そんな気がします。次いきますよ。いや、かっこいいですね。メロディーの作り方としてはすごくいい意味でシンプルなんですよね。ワン、ツー、スリー、ワン、ツー、スリーのリズムに対して一音一音こう音を合わせていってるっていう感じのメロディーの作り方なので、このシンプルさがですね、スッとこう耳に入ってくる雰囲気が出ているというか、一回聞いただけでね、こう愛着が湧いてくるような、そういう魅力ありますよね。わかりやすく魅力を感じることができるメロディーというか。で、歌ってるのが松村さんですよね。もう最高に決まってるじゃないですかね。次いきますよ。この裏のコーラスは、これも松村さんなのかな。あーって言ってるやつ。松村さんの高音はものすごく美しいですからね。なんか松村さんのような気がするな。もう一回ちょっと確認しますね。なんか松村さんの声に聞こえるんですけどね、僕。間違ってたらごめんなさい。前半部分はこのコーラス入ってなかったですよね。後半部分でこのコーラスが入ってくることによって、サビに向かって盛り上がってるような雰囲気出てきましたよね。いやー、ワクワクしてきますね。次いきますよ。あ、こういう感じね。ふわっと B メロは締める感じなんだ。で、最後の、うわーみたいな感じの、ちょっとごめんなさい。歌詞、今聞き取れなかったんで、今言葉をわーにして歌ったんですけど、ここの部分で幻想的な雰囲気を表現したかったんだと思うんですけど、ウィスパーボイスって言われる声に息の音を混ぜるテクニックを入れてます。もう一回聞いてみましょう。ほらほらほら。ちょっとだけこう息の音聞こえましたよね。ここでですね、ウィスパーボイスを使うときにちょっとだけ声を鼻に入れてるんですよね。鼻、鼻腔共鳴っていう響きなんですけど、鼻の響きを声に乗せることによって甘いような声の雰囲気も出ているんですよ。そこにウィスパーボイス、たまらないですね。じゃあ次サビかな。聞いていきましょう。うわいや、王道ロックって感じのサビですね。A メロと B メロがふわっとした感じだったり、こうね、幻想的な雰囲気というか、こう僕の中のイメージとしては夜空を想像させる感じの雰囲気だと思っていたので、サビまさかね、この王道なロックな感じで来るとは思わなかったですね。で、ここで松村さんは力強い地声を使ってますよね。一気に声で盛り上げてる感じ。かっ
こいいですね。もう一回聞いてみましょう。ほらほら。なんかストーンズの楽曲を歌ってる時よりも力強く歌ってる感じがするのは僕だけでしょうか。やっぱソロっていうことで表現力をいつもと変えてるのかな。いや、この声もめちゃくちゃかっこいいですね。次いきますよ。安定感も素晴らしいですね。ロングトーンって言って長く伸ばす音が多いじゃないですか、サビ。そうなってくると表現するパターンとしては2種類あって、伸ばしてるフレーズにビブラートをかけるパターンがまず一つ。あともう一つがまっすぐ音を伸ばすパターン。この2パターンあると思うんですけど、松村さんはうっすらビブラートはかかってる感じなんですけど、どちらかというとまっすぐ音を伸ばすタイプに該当すると思うんですよ。このロングトーンの歌の表現方法ってすごく難しくて、少しでも音がブレてしまうと一発で分かってしまうんですよね。なので歌の基礎的な部分のレベルが高くないとうまく歌うのはすごく難しいんですけど、松村さんの安定感が素晴らしすぎて、音を伸ばしてるところにね、注目してしまいます。もう一回聞いてみましょう。ほらほら。ほらほら。ちょっとだけロングトーンの最後の方で揺れてはいるんですけど、もうほぼロングトーンですよね。まっすぐ音を伸ばしている。これは腹式呼吸っていう歌でメインで使う呼吸法なんですけど、この腹式呼吸でしっかり息を吸って腹筋の力を使って声を出す。ここは完璧にできてないとここまでまっすぐ音伸ばせないんじゃないかな。松村さんの歌の基礎力ものすごく高いですね。次いきますよ。1番と同じパターンだと思ってね、ごめんなさい、中途半端なところで止めてしまいましたね。で、今のところなんですけど、その前に歌ったサビの部分よりも子音を強く発音してますよね。こういうさりげないところで表現の変化っていうのを松村さん作ってますね。いや、細かいところまで考えて歌ってますよ。素晴らしい。じゃあ次いきますよ。聞きましたか皆さん、この美しい裏声を。やっぱり松村さんの魅力の一つとして、やっぱ裏声の美しさ、ここは外せないですよね。やっぱり SixTONES の新しい楽曲が公開されると、僕はね、松村さんのパートの中で裏声パートあるかなってね、毎回楽しみにしちゃいますもん。それぐらい松村さんの裏声大好きです、僕。もう一回聞いてみましょう。これこれ最高ですね。本当に綺麗な裏声。羨ましいです。次行きますよ。なるほどね。ここで終わりか。そういうことね。フルで聞きたい人は9月10日にリリースされるスターゲイズを購入して聞いてくださいってことですね。いやー、これはスターゲイズのリリースが楽しみになってきますね。以上、SixTONES松村北斗象形のアーチ歌声分析はここで終了です。いや、最高ですね。まさかのバンドサウンドっていうところに僕はびっくりしたと同時にですね、すごく嬉しくなりました。僕ね、昔アマチュア時代なんですけど、バンドを3年ぐらいやっていたことがあって、だからね、バンドサウンドめちゃくちゃ大好きなんですよね。で、歌ってるのが松村さんじゃないですか。もう最高じゃないわけないんですよね。そして歌声も SixTONES で披露してる歌声ももちろんあったんですけど、またそれとはちょっとだけ違った歌声の表現の仕方を聞くことができて、それもね、最高に嬉しかったですね。これがね、ソロならではっていうところの魅力なのではないでしょうか。松村さんの歌声をさらに知ることができて、僕はとても嬉しいです。これからも SixTONES 全力で追っていきたいと思います。それでは今回の動画はここで終わりです。動画の内容を気に入ってくださった方はチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。ではでは、ボイストレーナーのつるさんでした。